盆栽からしたらもったいない。松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成園4代目北谷隆一です。今回も新しい試みとして、Facebook の方で呼びかけさせていただいた盆栽愛好家さんの木を診断するということで、はい、先日 Facebook でお手持ちの盆栽を、困りごとありましたら押してください、診断しますよと。でなおかつ、YouTube で流しても良いという方の、このやり取りを今回の YouTube で、紹介させていただくと。はい、今回の診断の方のお国が台湾ということで、これ今画面変わったんですけども、盆栽烏内塾で、塾生限定オンライン診断ということなんですけども、もうチャンネル登録されてる方はもう自動的に入塾しとるということになっております。はい、すいません、勝手にもう入塾です。皆さんも塾生です。今見てる方は。登録してない人でももう、すぐ今チャンネル登録を押せばすぐ塾生になれますので、よかったらなってみてください。はい。台湾の方の診断なんです。次の画面いきます。はい。ユージャオリュウさんですかね。質問は、黒松のですね、新芽の伸びが悪いのはなぜでしょうかという質問なんですが、これ台湾の愛好家さんの黒松で、台湾と日本は気候が違うので、その辺も踏まえて、質問のお答えもしないとなという感じでお答えしていきました。次の画面いきます。はい。僕からこのユウさんへの質問ですが、日当たりはいいですかと。肥料はやりすぎてないですか、芽切りをするときに深すぎる場所で切ってませんかという、そういう質問をさせていただきました。はい。で、この日当たりについて質問した意図なんですけども、日当たりが悪いとやっぱり芽が大きくなりにくくて葉っぱばっかり長くなるという傾向があるので、今回のこの写真を見た感じではすごく、合致してるかなと。日当たりが悪いならではのその症状が出てるかなと思って聞いたんですが、この質問に関しての返答がですね、意外と日当たりはいいところに置いているというお話だったので、これどういうことかなという感じだったんですけども。で、次に肥料についてをお聞きしました。肥料もね、適度だったらやっぱりいい状態にしてくれるんですよね。色も良くなったりとか、芽も大きくなりやすいとか、そういうことになるんですけども、肥料も、やりすぎたりやらなさすぎたりするといろんな異常が出る場合があるんですね。やりすぎたら代表的なところで言うと、その葉っぱの色が黄色くなるとか、葉っぱが長すぎるとか、もう目も大きくなりすぎるとか、そういうことがあるので、一応聞いてみたという質問ですね。これも肥料も、いろいろやり取りしていたところ、程よく適正に肥料を与えられているなというようなお話でした。じゃあ一体なんでこの芽の伸びが悪いのかなというお話なんですが、先ほども言いましたけども、その芽切りの時に、新芽の軸を切る時に深すぎる場所で切ってないかという僕の質問なんですけども、その辺に関してこの台湾のユウさんとお呼びさせてもらってますけども、その方の返答では、浅めに切るとか深めに切るというのはあんまり考えてなかったと。だから次はちょっと深めが良くないというんだったら浅めで切ってみますというような返答をいただいたんですね。で、だから僕の考え、予想としてはもう深めに切りすぎてるんじゃないかというのが答えとして今回一応させていただいたんですが、この今写真に写ってる芽なんかもね、
葉っぱなんかもしっかり伸びて、芽もまあ小さいとはいえ割と元気な芽じゃないかなと思うんですけど、まあ、この台湾においてではかなり、不思議な感じですね。本当に台湾の芽なんかもすごくビュンビュン伸びてね、元気すぎて、これは逆に難しいなというような、それぐらい、実際2年か3年前ですかね、台湾行って見てみたんです。その台湾の盆栽園とか回って芽の伸び方をね。で、そういうふうに感じました。はい。だからまあ、一応今回のこのユウさんのお答えとしては、深めで切らずにちょっと浅めで切ってみてくださいと。はい。これまあ台湾の方、もしね、他にも見られてる方がおられましたら、まあ、参考にしてみてもらってもいいんですけど、台湾は暖かい時期が長いので、春と秋と2回目切りした方がいいかもと。で、その理由としては、これ、ユウさんが送ってくれた、その他の多分黒松の庭木ですかね、の芽なんですけども、真ん中ビューッとこう伸びて、これもよく伸びてますね。まあ、これぐらいは日本でも伸びるんですが、珍しいのがこの右側の写真のビューッと新芽が伸びた先にさらに新芽がついている写真なんですが、これが日本ではあんまりないですね。2段階に芽が伸びるという、新芽の中にまた芽が伸びると、これがもう台湾ならではで、だからこんだけ元気なんだったら、その日本では夏初夏ですかね、まあ、6月中旬ぐらいに1回の芽切りでちょうどいいところが台湾だったら、まあ、このユウさんとの会話でもあったんですけど、まあ、3月から4月ぐらいに1回切って、また9月から10月ぐらいにもう1回切ってもいいかもですねと。ただユウさんの持っとった黒松ではそれは全然ない話なんですが、僕が見た台湾の盆栽ではそんな感じに思いました。はい。まあ、今回はユウさんのその盆栽の診断としてはこれで以上ですかね。はい。まあ、またこういう盆栽の診断ご希望される方は、まあ、YouTube でもどっかでコメントされるか、Facebook のメッセンジャーがね、今回使わせてもらったんですけど、龍一北谷とこう検索すれば出るそうなので、これを使って相談してみてください。今ちょっと友達申請みたいな、なかなか5000人しか Facebook できないみたいで、そこちょっと今5000人近辺おるんで、登録申請はちょっと受けれない場合があるかもしれないですけど、メッセンジャー多分できると思うんで、そういうのしなくても。そこだとね、メッセンジャーだと写真とか動画とかも、交えながらチャット形式でご相談乗れるんで便利かなと思って今使ってます。はい。だからまあそうですね、YouTube でまたこういう、紹介させてもらうと、その相談者のお困りごとが他のね、塾生さんたちのお役に立つ場合もあると思うんで、ぜひよかったら YouTube でも、紹介してもいいよというような言葉を添えていただけるとありがたいです。はい、では今回のご診断のまあお答えは以上ということで、はい、盆栽からしたらもったいない高松の盆栽北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録、いいねなどよろしくお願いします。